皆さんごきげんよう、ルアシュ。マッチ・ザ・ベイトをサクッと説明すると、そのフィールドのバスが現在種として食べているものにルアーの姿、大きさ、動き、色、顔、髪型、口癖などを似せるといったルアーを選ぶ手段の一つのこと。河口湖の養殖バスはペレットを食べていたから、ふわーっと落ちてくるものに反応がいいのでワームの水平ホールが効くなんて話を昔に聞いたことがあります。ちょっと変わってますが、これもマッチ・ザ・ベイトでしょう。私の場合で言うと、基本的にこのルアーで釣りたいとか、この釣り方で釣りたいとかでルアーを選んじゃうので、あまりマッチ・ザ・ベイトさせてませんが、相模湖は他のフィールドに比べてクロー系ワームへの反応が悪いなーって感じはしています。全くいないってことはないんだろうけど、相模湖本湖でザリガニやエビを見たことがないので、その影響なのかなと思ってます。これもマッチ・ザ・ベイトというか、マッチじゃないよってことで、例えばバスがワカサギを食べていたらマッチ・ザ・ベイトでルアーをワカサギに寄せるわけですが、ここで湧いてくる疑問は、バスはルアーをワカサギと思って食ってきて釣れるのということ。答えはノーだと思います。マッチ・ザ・ノー。鼻歌混じりにルアーを見切るやつらですよ。あ、平トップじゃん、初めて実物見たとか言っている猛者ですよ。ピュアの対義語はバスですよ。ルアーを本物のワカサギと思うはずないんじゃない？そんな大雑把な魚ならもっと釣れるんじゃない？現在3回連続デコになってないんじゃない？急に濁りが入って極端に視界が悪いとか、テンションが上げ上げになっている時とか、そんな場合はヒャッハーワカサギだーと食ってるかもしれませんが、通常はワカサギと思ってないでしょう。そこで湧いてくる次の疑問、ワカサギと思っていないならなぜルアーを食ってくるのか。これはワカサギに似た何か食べれるものと思ってるんだと思います。散々バスは賢いと言っといてプラスチックを食べれるものと勘違いするのかって話ですが、そもそも食べれるものイコール生きているものじゃなくていいわけです。魚だろうが虫だろうが水草だろうが木の実だろうが木の実7だろうが、食べれて消化できて栄養になるなら素材は何でもいいわけです。実際養殖バスはペレット食べてるしね。なのでプラスチックだろうとお構いなしに食ってくるわけです。となると、じゃあなんでベイトにルアーを見せると反応がいいのか。わざわざベイトに寄せなくてもバスに食べれそうなものと思わせればいいだけじゃないって疑問が湧きます。これは食べるイコール命がけだからだと思います。湖の中には生き物なり石なり草なりゴミなり私が落としたタックル一式なり、まあいろいろとあるわけですよ。で、バスはじゃあこの中から何食べるって究極の選択を迫られるわけです。毒かもしれない、逆に攻撃されるかもしれない、すばしっこくってコスパが割に合わないかもしれない。で、DNA に刻まれた本能を頼りに何かを食べるわけです。この上品でまろやかなコクのある味、これだけでご飯3杯いけるぜってことで、見事問題なく食べれるものを選択できました。今日はね。じゃあ明日は、明後日は、毎日がロシアンルーレット、今日も明日もワニワニパニックで、それを回避する簡単な方法、それが同じものを食べれる。もうそれは食べれるということが分かってますから、特保マークついてますから。シラウオが大量発生してバスがそればっか変色食いするみたいな話を聞いたりしますが、これなんかはまさにそれの極端な例ですよね。大量にいるから出会える頻度高いし、お腹いっぱいになるまで食べ続けられるし、わざわざ危険かもしれない他のものを食べる必要性ゼロってなります。ってことで、同じものを食べたいのですが、毎日出会いで食べれるとは限らないわけですよ。もしくはいるけどものすごくすばしっこくて捕まえるのが難しいなんて理由があるかもしれません。そうすると新たな食べれるものにチャレンジしなきゃいけないけど、できるだけ危険は回避したい。そうするとたどり着く答えが
食べれたものに似ているものを食べる。今までワカサギを食べてたけど、全くワカサギが見当たらなくなった。しょうがない。じゃあ違うものを食べようってなった時に、いきなり全然形が違うザリガニを食べます？ピースサインしてウェイってはしゃいでいる陽キャと思いきや、後ろにばっか進む陰キャですよ。そんなやつよりワカサギに似た小魚を食べる方が安全そうですよね。危険回避のため食べれたものに似ているものを食べる。このロジックがバスの捕食の行動に働いていると思うんですよ。なのでそれを利用してベイトに似たルアーを使って食わせる。これこそがマッチ・ザ・ベイトで釣れる理由だと思います。